Welcome to Healing Mose。はい、まずこれは浄化の塩です。そしてセージ、はい、お待たせしました。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は6択リーディングで天使様からのあなたへのメッセージ、イエスかノーか、そしてどんなアドバイスがもらえるかどうかをお伝えしたいと思っています。いつも見ていただいている皆様ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント、とても励みになっております。そして今日初めて見ていただいた方、どうぞチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお待ちしております。じゃあ左から今日は12345ということで、あなたへの天使様からのメッセージお伝えしたいと思っています。今のあなたの現状と、そこから読み解いていこうかな、そう思っています。じゃあこの6枚のカードの中からピンときたものを選んでください。さあ本日も心を込めてリーディングしていきます。はい、それでは1番選ばれた方、カードを出しております。まず左3枚が今のあなたの現状とか悩みということで出しています。出てるカードがルノルマンカードで魚、ネズミ、そしてコインの10が出てるんですね。そしてその悩みとかあなたの質問に対する答えと未来がこの右側のカードになっています。はい、1番の方の悩み、はい、ネズミがね逆になっていました。はい、まず今の1番の方の悩みを見ると、金銭的なこと、お金のこと、仕事のことが大きく悩みとしてあるのかなというふうに思っていて、お金は入ってくるって出てるんですよ。しっかりと入ってくるんだけれども、出ていく額も多いというものがあるような気がしました。そしてそれがもしかしたらこれね一部の方にしか当てはまらないかもしれないんだけれども、ご結婚されていて、でも子供が欲しいとか、そういうところ、例えば不妊治療だったり、あとは子供の学費とかですね、そういうところにお金がいわゆる出ていく、流れていくっていう方がもしかしたら多いのかなというふうに思っています。ただいわゆる天使さんが言ってくれてるのが、ここにノーニード、心配いらないよと、あなたの心配を手放す時が来ましたよっていうふうに言ってくれているんですね。で、時期としてはここにリブラ、天秤座のカードとこの手紙の
カードが出ているので、これ今年の10月から11月って思っていいのかなって思うんですけれども、1番の方がとても楽になるような、ニュースとかほっとするようなこと、嬉しい出来事っていうのも考えられますし、あと1番の方にとってこの天秤座の方っていうのがすごく元気づけてくれるとか、ポジティブにならせてくれるとか、いいアドバイスをくれるとか、そういう人なのかなっていうふうに思っています。時期と、あとその人、いわゆる1番の方にとってプラスの時期、プラスの人というふうに出ています。で、今確かにこの1番の方ってすごく、特に精神的にこの檻の中に入っていて自由がないっていう風に考えていたりとか、これぬかるみにはまっている像っていう絵なんですけれども、この1番の方が一生懸命頑張って前に進もうってしてるんだけれども、ぬかるみにはまっててなかなか動けないっていう、そういう苦しさ、そういうものが出ているような気がします。でも、ここに、死神のカード、そしてリーダーシップ、カレージっていうカードも出てるんですよね。あとこのヒーリング、このカードも出てるので、あなた自身が手放すことができる、自分のことをとっても、特に精神的にきつそうな気がする、苦しそうな気がするんだけれども、この苦しさを自分で終わらせることができるとか、自分のこれをしたら元気になるとか、穏やかな気持ちになる、そういうものができていくような気がする。それがもしかしたら10月ぐらいからっていうふうにも考えれる。すごく大きく1番の方の未来が辛いことが終わって新しいことが始まっていくような、そんな感じがすごくするんですね。で、どうぞ元気を出してって、そして自分で道を切り開いていくようなポジティブさとか、こんなに辛い状態だったとしても諦めない、この1番の方の強さっていうのがすごくあるのかなというふうに思いました。なのでまず1番の方にお伝え、今したいなって思ったのが、仕事やお金のこと、会社のことでいろいろ悩んでることが多いように見えるんだけれども、一言で言うとまず心配いらないと。そしてこういう金銭的なことから、この精神的な苦しさ、窮屈になっている苦しさ、動けない苦しさ、ぬかるみにいるような感じが見えるんだけれども、でもこの天秤座の季節、天秤座の季節になると、その辛い状況が終わって新しく始まっていく。そしてあなたの特に内面、メンタルな部分が穏やかな気持ちになって、やっぱり頑張れる、前向きになれるっていう風なことが今回はとても感じたかなって感じです。もうね、一言で言うと心配いらないから大丈夫ですよっていうことを言ってくれているので、この動画は見た時がタイミングでもちろん大丈夫なんですけれども、天秤座の季節、天秤座の季節はあなたにとって、天秤座の季節からかな、1
一番のあなたにとって辛い状況が終わって新しい始まりが出てくる。すごく穏やかに癒される。そして悩みが解消されていく、そのように見えています。そして今回ここにね、ピンクというカードを選ばれたので、どうぞピンクの例えば下着だったりとかアクセサリーだったりとかリップ、チークはい、そういうものをぜひ取り入れてみてください。そして天秤座の方、これも一番の方にとってとても力後押ししてくれるような、そういう方のような気がします。はい、これが一番の方へのメッセージです。はい、2番選ばれた方、お待たせしました。まずこちらのルノルマン3枚とタロット1枚があなたの現状です。そしてそれ以外のカードが未来やアドバイスを表しています。今2番の方でまず感じたのが、まずこれがこのあなたのカードが出たんですね。あなたのカード、クマ、木、そしてカップの3が出ました。あなた自身が今自分のパワーをうまくコントロール、例えばできなかったりとか、例えばすごく食に走ったりとか、ものすごく食べてしまうとか、イライラしてしまうとか、最近食べ過ぎてしまって体型が気になってきたとか、でも抑えることができない、そういう衝動的なものが今あるのかなっていうふうに思ってました。それがあなたの2番の方の土台とか健康、あとこれそうだな、家族、そういうルーツっていうのもあるんですけれども、何か重く、いわゆる先祖のこととか、例えばご両親のこととかがすごく2番の方の重荷になっている部分があるのかなっていうふうに思いました。すごく自由になりたいとか、束縛されたくないっていう感じがするんですね。そういう苛立ちみたいなものから、飲んだり食べたり、あとはそのお相手様に対してものすごくいわゆるセクシャルな部分を求めたりとか、そういう感じで自分自身でなかなかコントロールができない部分があるのかなっていうふうにまず感じたんですね。でこれからの流れとかアドバイスを見ていると、まずすごく新しい始まりっていうものがすごく出てるんですよ。そうだな、これもそうだし、これもそうかな。新しいところ、新しいここに門があるとすると、新しいところにあなたは次の段階に行くっていう感じも出てるし、もうこれもズバリニュービギンズ、あなたにとって次のステップに行く時だよっていう風にも出ていて、でこのカードも新しい道ができる、自分で選んでいくとか、それがあるんですよね。そしてこれハネムーンなんですけれども、旅行に行くとか場所を変えるとか、
自分にとって心機一転になるような、そういうことも出ていて、あとこのねゴールデンの家、パレスが出ているので、何かあなたの住む環境だったりとか、あなたが次のステージに進むっていうことをこれらのカードは言ってくれているような気がします。まず考えられるのは、一番身近に考えられるのはまず旅行、旅行に行くっていう人もいるかもしれないし、住む家が変わる、環境が大きく変わる、新しい門出が来るっていう風にもすごく考えられるんですね。そして、そのためには自分にとってこの自分は私はこれがしたいんだっていう自分の気持ちを、例えばこれが天使様だったり、例えばお相手様だったり、例えば今あなたがこういうふうに悩んでいる、例えば誰か、これがご両親だったり、もしかしたらね会社の上司だったり、あとは若干モラハラ的な人がいたりっていうことがあるかもしれない。でもそこに対してあなたは勇気を持って心を開いて、自分をきちんと自分の主張を伝えることというふうに出てるんですね。で特にこれは内面の強さ、絶対に頑張るんだとか負けないんだとか、そういう信念を強く強く持ってくださいと。そして心を閉ざすんじゃなくって開くことを恐れないでっていうことも、このカードたちが言ってくれてるような気がします。そしてここに、カップの9という、願いが叶うウィッシュカード、そして子供のカード、あとレオ、獅子座のカードが出たんですけれども、これがいわゆる獅子座の季節、8月にあなたの願いが叶うっていうことも考えられるし、あとは獅子座のいわゆる知り合いとか友達があなたの願いを叶えてくれる、こういう次のステップに行くための後押しをしてくれるような、そういう感じがするんです。で、特にこの年下の獅子座の人って感じがする。もちろん来年の夏もより大きな羽ばたきというか、大きなこの一歩を踏み出していくんじゃないかなって思うんだけれども、あなたにとって年下の獅子座の友達とか、例えば獅子座のお子さんとか、そういう人があなたの味方になってくれそうな気がします。あとはあなたが昔からやりたいって思ってたこととか、心からワクワクするようなこと、それをいわゆる獅子座っていうのは表現する、女優さんとか、例えばそういう華やかな世界とか表現するアーティスト、芸術家っていう意味もアドバイスとして出ているので、何かあなたが何か作るとか創作するとか、昔からやりたかったことをやり始めるっていうのも、すごく幸運を引き寄せるのかなっていう感じがしています。今のこの2番さんがとてもいろんなことをものすごく我慢していたりとか、
パワーをコントロールできなくて、どこに向かえばいいのかなっていうふうに思ってるのかなって感じたんですけれども、でも、そのパワーの行く部分っていうのは、この新しい次のステップだよっていうことが言えるかな。そして、ここストレングスっていう、これオラクルカードなんですけれども、タロットで言ったらこれは力っていうカードになって、8月っていう意味なんですよ。でここもレオで獅子座の季節、8月っていう風にやっぱりメッセージがすごく降りてきているので、やっぱり特に来年の8月、何かものすごくあなたにとって新しい大きなスタートになっていくのかなって気がするし、自分が欲しいものはぜひしっかり掴み取っていくっていう、そういうことも大切なような、自分の気持ちに正直になること、それを言ってくれているような気がします。あとね、これどちらもこれカップのカードなんですよね。カップっていうのは感情とか愛情とか、あと水、飲み物、恋愛っていうのを表すので、あなたの今ちょっと満たされない思いがお酒に例えば走っちゃったりとかあるかもしれないけれども、それが幸せな気持ちで満たされていくんじゃないかなっていうのが、これが2番の方へのリーディングです。はい、あとごめんなさい、よいしょ。あとこちらにね、ブルーという色が出ているので、こういう綺麗なブルーもあなたにとってのラッキーカラーになっています。どうぞ活用してみてください。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、それでは3番の方のリーディングをしていきます。まず左上のこちらの3枚、レノルマンカードとタロットで今のあなたの現状や悩みというのを見ています。出てるカードが道、星、そしてカップの6が出てるんですね。でここからまず考えられるのが、今あなたが悩んでいる、迷ってる、どっちの道に行こうかなって考えてるっていう風に出ていて、でそこにカップの6っていう昔の恋人とか、昔の好きな人かな、なんかその人との再会とか復縁ということを今3番の方は悩んでいたりとか、そういう現状があるのかなっていうふうに思いました。なんかそのメッセージがとても強くダイレクトに来たんですね。で結論から言うとなんですけれども、ここもう一回考え直した方がいいっていうふうに出ていて、この結論で言うと、でメッセージが、まずこっちのメッセージがメインなんですけれども、なんか自分のやりたいこととか、なんかそれをいわゆる受け入れていく、そしてその補助カードとして、やっぱり自分がいろいろなパワーを、パワーというか、例えば今回のことだったら
こうしたいっていうその気持ちをどっちかっていうとこう抑えていくっていう感じ、心の中にしまう。今の3番の方のこの現状じゃない今のあなたの現状をこう受け入れた方がいいよということをこのカードたちは言ってくれているような気がするんですね。で、こういうふうにこうなんか自由に、こう楽しく飛び回りたいっていう気持ちというか希望というか、もし再会したり例えば復縁したらこういう幸せな状況にはなるでしょうとは出てるんですね。で出ているんだけれどもかな、そのこう今の道をまっすぐにこう進んでいった方がいいとか、こうその時の感情に流されるんじゃなくって、こう実直に素直に進んでいった方がいいよっていうことをどうもこのカードたちは言ってくれていて、でここのタロットもソードの2っていう平和を表すカード、今の状況で進んでいきましょうとか、今の距離感でいましょうっていうカードが、出ているかなっていう感じです。そしてここに時期もしくは人物を表すカードで獅子座のカードや8月っていう季節を表しているんですね。でルノルマンカードが無知とタワーが出ているので、なんかこう辛抱強さというか、なんかその時の感情とかその感情のままに動くんじゃなくて、冷静さとかこう抑え込むこととか、あとやっぱりこういうなんかね我慢すること、それが今回はなんか言ってるのかなって感じがして、もしかするとその今年の8月に何かあったかもしれないし、来年の8月になんかこう3番の方にとってまた大きな分岐点が来るのかもしれない。あとは獅子座の方があなたにこうなんか助言を、どっちかっていうとこう嬉しい助言ではないかもしれないんですよ。案外耳が痛いようなそういう助言かもしれないんだけれども、なんかそういうメッセージを獅子座の方が送ってくれるのかなっていう感じもしています。で、今回ね、もしかすると悩みが全然違うっていう方おそらくいらっしゃると思うので、よかったら他の番号も見ていただきたいなと思うんですけれども、もしあなたが今何か悩んでいるのであれば、そこに対してのイエスかノーかっていうと、もう一回これは考え直した方がいいですよっていう感じなので、答えはノーなんですよね。でその理由っていうのがいわゆる我慢するとか平和っていうことを続けていくとか、そういうものが出ている。目先のことじゃなくて、そのなんか我慢する、冷静になる、そういうことをこちらのねカードが言ってくれているようです。もし悩みがある方、この獅子座の方に、なんか話をしてみるのもいいのかなって感じがしています。で今回、このグリーンのカードっていうのが、見事なぐらいこの第4チャクラ、ハートのチャクラを表すんですね。ここのハート
このハートのチャクラが今あなたに必要なカラーがこのグリーン、穏やかになる、優しい気持ちになる。もしかしたらハートチャクラが閉じてるんじゃなくて開きすぎてる人もいるかもしれない。それもまたバランスが崩れる原因になってしまうので、それをうまく閉じるためにもグリーン色の何かを取り入れてみるとか、アクセサリーとか、そういうものをおすすめしたいなと思っています。はい、これが3番のグリーンの方へのメッセージとなります。はい、じゃあ4番の方のリーディングをしていきます。この3枚のルノルマンカードとタロットで今の4番の方の現状や悩みを見ています。まず、真っ先に感じたのが、この4番の方というのが秘密の恋、複雑な恋、不倫、ダブル不倫、そういう感じがまずするんですね。なんか人になかなか言えないとか、そういうことを感じていて、そして少なくとも数年単位で、恋が続いているというか、関係が続いている人もいるのかなと。ただ非常に不安定な関係、私が思ったのが、どちらかというとあなたにも家庭があってあの人にもあるような、そういうものも感じましたし、あとは複雑な関係で非常にあなたがやっぱりあの人と一緒になりたいとか結婚したいとか、そういうお気持ちがすごくあるのかなって感じがしています。で、実際に同じ会社で働いていたりとか、そういう接点っていうのもまず見えるんですね。で、じゃあこれからどうなっていくのかなっていうことと、あと天使様からのアドバイスなんですけれども、大きな嵐が来ると出ています。このライバルを表す蛇と、あとこのね、竜巻が来るので、もしかしたら少し大ごとになってしまったりとか、疑われてしまったりとか、そういう可能性もちょっとこれから出てくる。それがいつぐらいかなと思うんですけれども、ここにこのフューマンスっていうのと、あとここにサジテリアス、いて座のカードが出てるので、この9月から、いわゆる12月までの間に何かが起こる可能性が非常に大きいのかなと思っています。そしてあなたが一旦この喜びを諦める、輝きを諦めるっていう風に出てるので、あなたにとって、この12月というのが大きな分岐点になるかもしれない。この12月をお相手様といわゆる乗り越えることができたら、ここにねすごく素敵なカードが出たんですけれども、ラブとホームが出ているので、その後はもしかしたら一緒に例えばなれるとか、そういう話が出てくるとか、お互いの気持ちがしっかりと向き合う可能性もあるのかなっていう感じがしています。で、ここにロマンスも出てるんですよね。なので大
きなトラブルがあるかもしれないけれども、2人がやっぱりソウルメイトだったりとかつながっている2人の可能性がすごく大きいような気がしています。で手放すカードとインナーピースも出ているので、なんか今は嵐の前のなんか静けさっていう感じで、こう大きな行動をせずに、むしろなんかこうバレないように、疑われないように静かに今はこう過ごすことの方がもしかしたらこう大切なのかなっていう感じもしています。でここにタロットワンドのページと世界が出てるんですよね。なんかやっぱり大きな決着とか結果っていうのが出てくるような気がしています。この12月伊手座の季節あたりにっていう感じですね。そこでお二人がね、こういう嵐が来たとしても、嵐の後お二人がこういう幸せな結末になる可能性もある。ただいろいろな気持ちとか例えば人に言ってしまったり見られてしまったりとか、そういう抑えきれない状態になってしまうと、ちょっとこれはね気をつけてた方がいいよという流れが出ているので、この4番の方に伝えたいことかなって感じですね。12月までは本当に静かに穏やかに、そしてどっちかっていうと受け身でいた方がいいような気がする。逆にここを乗り越えれるとものすごく幸せな未来が、やってくるのかなということをこの4番の方には伝えたいので、無理せずゆっくりと、そして静かに12月を待つっていう感じかなというのが4番の方への今回のメッセージです。とにかく4番の方はお相手様との魂のつながりがすごいです。ものすごく強いご縁があるので、これだけね素敵なカードがいっぱい出るのもものすごく珍しいです。はい、これが4番の方へのメッセージとなります。はい、じゃあ5番の方のリーディングをしていきます。まずこちら2枚のルノルマンカードとタロットで今のあなたの現状や悩みを見ていきたいと思います。まず今回出ているカードが鳥のカード、ライダーのカード、そしてカップの8という悲しみとかちょっと自分が期待していたのと違ってなんか悲しい気持ちになったりとか、そういうものが出ていて、そこにそういうニュースが入ってきたっていう感じがするので、5番の方がなんか嬉しくないニュースを最近受け取ったりとか、次のステップに行きたいんだけどなかなか行けなかったりっていう、少しこのカードを見て今回思ったのが、なんかねあなたの抜け殻がここにいるような感じで、なんかとても元気がないような、
そういう感じがまず今の5番の方、現状として見えたんですね。でここが天使様からのメッセージやアドバイス、未来という風になっているんですけれども、すごく私が今回感じたのが、この生み出すっていうものとか、あとこの新しい始まりとか誕生っていうカード、とかね、このキャンサー、蟹座を表すカードが出ていて、この5番の方、もしかしたら妊活中の方が多いのかなっていうイメージもありました。あとは何か創作活動というか、仕事を探しているっていう人もいるかもしれないし、何か募集を、例えばなんとか賞とかそういうものに応募をしてっていう方とかもいらっしゃるのかなっていうふうに思ったんですね。でまず妊活中の方であれば、このね、生み出す、お腹の中に赤ちゃんがいる、こういうものが私はとても感じたんですよね。でキャンサーっていうのは蟹座っていうのは母性とか母親、家族になるっていう意味があるので、すごく可能性がものすごく高いのかなというふうにまず思いました。そしてですね、このあなたへのメッセージというのが、この手放しっていうのがすごく多く出てるんですよ。あなた自身がまずもっと自由になろうよっていう垣根とかを飛び越えて、あなたらしく走るというか歩くというか、あなた自身になるっていう感じがするし、あと過去のいらないものだったりとか、嫌な思い出とか心にある重荷、そういうものを手放してあげよう、自由になろうっていうふうに言っていて、でその後に出てくるのが、あなた自身が諦めない気持ち、私にはしっかりとしたギフトをもらう権利があるんだとか、元気でいることができるっていうこと、それをすごく伝えたいなとか、天使さんが伝えたいなって言ってるのかなと。でこのゲットマインフォメーションがいらないものを出してから得る情報、それがあなたにとって非常に元気になるものっていうことを言ってくれているのかなと。で今はやっぱりあなた自身がいらないものをすごく溜め込んでいたりとか、人と比べてしまったりとか、妊活中の人、友達、ライバル、そういう人たちと比べてしまっているあなたっていうのがいるのかもしれない。そして次のステージに行くことっていうのをもう全然恥ずかしがらなくてよくって、むしろ次の新しいあなたの夜明け、新しい日の出か、それはすごく楽しみにしててねっていうことを言ってくれている。でこちらのタロットがカップの4とソードの2っていう受け身のカードなんですよね。あまり楽しみがちょっと見出せなかったりとか、少し、退屈な毎日だったりとか、刺激がなかったりっていうことになっていて、でこのカードもすごく平和っていう感じ。あなたが何か望まなかったりとか、いらないものを捨てるっていうことをしない状態であれば、おそらく今のなんとなくのぼんやりした毎日を過ごしてしまう可能性がある。もうこれぐらいでいいのかなとか、私はこれだけできたからいいかもしれないけれどもっていう弱気な、ちょっともっと成功、
自分の望みを手に取ってもいいのになっていうもったいない状態が見える。なのでもう一度、繰り返しになるんですけれども、あなたには生み出す力、妊娠する力、そういうものがあるし、これが蟹座の友達、もしくは来年の6月ぐらいには大きな結果、大きな幸せを得ている可能性があるのかなって感じです。そしてとにかく自由になる、手放すこと、これをするとものすごく楽になって、あなたにとっての新しいスタート、新しい人生、新しい生活がやってくるよっていうことを言ってくれているような気がします。そしてこのブルーという色があなたにとってのラッキーカラーなんですね。そして今ちょっとここの文章に私驚いたんですけれども、生まれてきてくれてありがとうっていうこういうメッセージも来ているので、なんとなくやっぱりこの私はどうしても赤ちゃんっていう感じ、あとはあなたが何か生み出す芸術的な才能、そういうものをすごく天使様からのメッセージでお伝えしたいなと思っています。はい、これが5番の方へのメッセージです。はい、じゃあ6番の方のリーディングをしていきます。まず6番の方の今の現状を2枚のルノルマンとタロット1枚で出しています。今回出たカードが無知と家とワンドの4なんですね。今あなた自身が家の中を大改造していたりとか、なんか大掃除をしていたりとか、引っ越しをしていたりとか、なんか風水にすごく凝っていたりとかっていう可能性もあるし、あとはなんか家の中で最近ちょっと喧嘩とか居心地のあんまり良くない感じがしたりとかが出ているのかなって感じです。そうで、まあ引っ越しとかもね、いろいろ出ているんですけれども、なんか家とかご実家に、関係すること、あとは結婚、マイホーム、そういうこともなんか今の現状でなんかそういうことで考えている、悩んでいる人もいるのかなって感じです。でこちらが、天使様からのメッセージとかアドバイス、未来っていうことになってるんですけど、今回手放すっていうカードが、実は2枚も出てるんですね。あなたにとって6番のあなたにとって今はやっぱり物質的なものもそうなんだけれども、もう楽になりましょうっていうことをすごく言っている。もう実際それはあなたから見ると手放していいですよっていうことをすごく言ってくれています。であなたにとってあなたはこれだけ何かやる気だったりとか、もっともっと自分のその魂のレベルを上げていきたいとか、もっとこれがやりたいとか、そういうものがとても強くって、なんかその情熱をぜひ形にしてほしいなっていう感じがすごく出ています。でこれがビルゴーっていうヤギ座の季節、ごめんなさい、ビルゴ乙女ですね、大変失礼しました。乙女の季節だから、今、ちょうど今何かあなたの中で次のステップに進んでいく時、
そして喜びが来る時っていう風に出ているので、実際ご旅行に行く、引っ越しをする、なんかね、そういうことが近々起こるんじゃないかなって感じがするんです。で、ここに、メイク・ザ・エフォートとマジシャン、これも新しい始まりなんですよね。そしてソードの3が出てるので、なんかこの新しいことを始めることを怖がらなくていいよと、あなたのこの情熱を、もうぜひこの新しいスタートに取り入れてほしいっていうことと、あと素直な気持ち、あなた自身の何らかの、例えば計算をするとか駆け引きをするとか、そういうことじゃなくて、純粋にあなたの思いとか気持ちっていうのも、相手を例えば好きっていう気持ちとかも大切にしてほしいなっていうことが出ているような感じです。で、今回ここにこのグリーンのカードが出てるので、まずこのラッキーカラーはこの綺麗なグリーンがおすすめなんですね。そしてここのメッセージが新たな風が吹くと出てるので、やっぱり6番の方にとって何かいわゆる恋愛でも実際の実生活の引っ越しでも旅行でもそうなんだけれども、何か次のステップ、準備がもうできていますと。それが早くて、今年のいわゆる乙女座の季節、9月かもしれないし、乙女座の友達からあなたに何らかのメッセージとかアドバイスっていうのがあるのかもしれない。捨てること、いわゆる手放すこと、リリースすることを恐れないでと。あなたには次の新しいステップがやってきているというふうに出ています。